こんにちは。今回は物を減らす時の考え方について最近のエピソードと一緒にシェアしていきます。片付けたい、減らしたいと思った時にラジオ感覚で作業をしながら聞いていただけたら嬉しいです。最近思い出ボックスに入れていた指輪を売ったんですが、素材がプラチナだったので思いのほかかなり高く売ることができました。20年以上前に夫とお揃いで買った指輪でしたが、夫はだいぶ前になくしてしまっていたので、私の指輪だけ思い出ボックスに入れてありました。使っていないものをリサイクルショップに売りに行くついでに軽い気持ちで見積もりをしてもらいましたが、結構良い金額で売れそうだったので、その場で売ることに決めました。帰宅してから夫に伝えると、買った時の金額とさほど変わらないことに夫も驚いていました。最近は仕事道具で買い替えたいと思っていたものがあり、不要なものを売ったりしていたのですが、使っていない指輪一つでそれを購入できる金額になりました。買い替えたい道具のために貯めていたお金を使うこともなく、出費なしで毎日使う仕事道具を購入することができました。お揃いで買った指輪を売ったというと、思い出の指輪を売るなんてと思われるかもしれません。ですが、使っていない指輪を売って毎日使う仕事道具を使いやすいものに買い替えて、仕事を頑張って旅行資金を貯めて物以外の思い出を作ることの方が私にとってはメリットが大きいです。 YouTube で手放しをしていると、もったいないというコメントをもらうこともありますが、私は使わないで持っているだけになっているものの方がずっともったいないと思っています。もちろん買い物の失敗をしなければ無駄がなくて一番良いとは思いますが、失敗するから次に生かす改善ができるのだと考えています。持ち続けていれば失敗したという感覚を味わうこともありません。私は買い物直後に失敗したと思っても、そのまましまい込んでなかったことにし、失敗を忘れてまた同じようなことを繰り返してしまうことがありました。今は失敗に気づくことが一番大事だと思っています。持ち続けていれば失敗に気づくこともありません。そう考えると手放すことがもったいないのではなくて、失敗に気づく機会を逃す方がもったいないと思いませんか？その失敗したものをメルカリやリサイクルショップで売ることができれば、誰かがまた使ってくれる機会もあります。持ち続けていれば誰も使わず、買い物のどこに失敗があったかを考えないまま、また新たなものにお金を使います。私のようにまた同じ間違いをする可能性も高いです。私は他の人と比べても物は手放している方だと思います。それでも今日もこれを売ろうかなと思っているものがあります。これだけ減らしていても使っていないものがあります。それくらい日々使っているものの数は意外と少ないです。こうやって使っていないものを売ることができると、まだ手放しをしていない家こそ宝の山だと思うことがあります。もちろん高く売ることを目的にしたら得してないと思うかもしれません。ですが、使っていないものを手放して自分のこれからやりたいことに使うスペースとお金を確保できると考えると、片付ける、減らす、整理する、
どれもピンとこない人でも減らすこともそれを売ることもポジティブなことと捉えられるような気がします。やりたいことが特にないとしても、足腰の痛みを減らしたいとか、使いやすいフライパンに買い替えたいとか、歩きやすい靴に買い替えたいとか、そういった小さな暮らしの改善をしたいことってあると思います。使っていないものを手放して、今より暮らしがちょっと良くなるためのお金やスペースが手に入ると考えると、手放すことも楽しくなると思います。使っていないものを売ることができると、お金がないことばかりに目が行くことが減りました。使っていないものが占めていたスペースが空いて、家中がすっきり片付いて少しずつでもお金が増えていくので、どんどん良い循環ができていきました。人によって物の多さは違います。私は雑貨やキッチン道具、服や書類が増えがちでした。不安のあるところやコンプレックスのあるところを物で解決しようとして物が増えていた気がします。丁寧な暮らしができていないとか、おしゃれな人になりたいとか、そんなところから物が増えていったのだと思います。コンプレックスや不安を解消することができると、物を無駄に増やすことが減ると思っています。私にとって丁寧な暮らしはどんな暮らし？それは誰のため？それができないとどんな問題がある？そんな風に深く考えていくと、私にとっては家族が美味しいと言ってくれるご飯が作れていれば十分だということに気づき、私にとってのおしゃれな人とは、服をたくさん持っている人ではなく、自分らしく生きている人だということにも気づきました。人と比べず、自分がどうしたいかを深く考えるようになると、物を増やすことよりも、やらないことを決めたり、買わないことを決めたり、引き算していく方が何かとうまくいくようになりました。もし今増えてしまったものを減らしたいなら、使っていないものを袋にまとめて見えない場所に置いておくのがおすすめです。1ヶ月そのままなら、使っていないのにあるだけになっていたことに気づけるはずです。あるだけになっていたものに気づけたら、それだけで一歩前進です。売れば自分の大切なことや大切な人にお金を使うことができるので、ぜひ試してみてください。今回は物を減らす時の考え方についてお話ししました。しつこいようですが、物を手放すことは目的ではありません。物を手放すことでスペースや時間やお金が生まれるといったメリットももちろんありますが、物を手放すことで深く思考して自分はどうしたいか、何を大切にしたいか、何を残すか、誰かの判断基準ではなくて自分の判断軸を持つことができるようになることが、物を手放す最大のメリットだと感じています。この動画が少しでも役に立ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。動画の感想もコメントでいただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。